はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、初心者の9割が勘違いしているアークにおける強さについて徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルエボルブドアークサバイバルアセンディット通してのお話となるんですが、アークにおける強さに関してですね、一般的なゲームとは異なる少し特殊な考え方となっております。内容が分かれば非常にシンプルな内容になっているんですが、一般的な考え方で取り掛かると強い生物の厳選であったり、ブリーディングなどで強い生物を作っていく上でですね、無駄な行動、非効率的な行動になる部分が多々ありますので、今回はその辺を初心者でもわかるように基本的なお話から順を追ってご紹介していこうかと思います。結構コメントや質問等いただく際にですね、ここでつまずいている方っていうのが多く見受けられたので、今回この内容を理解して今後のアークライフに活かしていただければと思います。今回は ASA をベースにご紹介していきますが、ASE の方でも共通した考え方となっておりますので、アークサバイバルエボルブドされている方もですね、ぜひご活用いただければと思います。今回は初心者の方でも分かりやすいように順を追って基本的な部分からご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではまず強さのお話の前にその基本となるステータスについてご紹介していきます。ただこのステータス奥が深くてですね、詳しくご紹介していると動画を 2,3 本分ぐらい作れるぐらいの内容になっておりますので、詳しくは以前こちらの ASE 時代にサバイバー編と恐竜編と2つに分けてご紹介しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。今回は ASA における変わった点と強さに関わってくる基本的な部分だけご紹介していこうかと思います。まずはこちら、恐竜の基本的なステータスとなります。体力、スタミナ、酸素量、食料、重量、近接攻撃力、気絶値。この中で気絶値に関してはですね、他のステータスとは別で計算されるものとなっておりますので、今回に関しては気絶値は考えなくていいです。また別で ASA に関して移動速度という項目がなくなりました。ただローカルや非公式サーバーなどで設定を移動速度にレベルが触れるようにした場合は、ここに移動速度という項目が追加されます。ステータスに関してはこのようにですね、一部特殊な生物がいまして、北日本などの高原生物に関してはスタミナの代わりに充電容量、酸素量の代わりに充電速度、近接攻撃力の代わりに放電範囲という部分で置き換えられているものがいます。またガチャのようにですね、特殊な能力を持っている生物に関してはこのようにプラスアルファで制作スキルであったりヘリコプリオのように成功率というところで追加してステータスが増えているものもあります。また水生生物やこのデイノスクスのように酸素量を持たない生物というのも ASA では存在しております。これは後ほど強さに関わってくる部分になりますので覚えておいていただければと思います。また余談の部分にはなるんですが、このようにテリジノサウルスやモスコプスに関してはですね、通常のステータス以外の部分で最終レベルという項目が増えておりまして、テリジノの場合は
パワー採取とデリケート採取。モスコプスの場合は、このように各項目に対してですね、ステータスぶりと別で最終レベルをそれぞれポイントを触れるようにできている生物もいます。これは通常レベル上げをすると、それに合わせてそれぞれの項目にポイントを触れるようになっております。ちなみにモスコプスはわかりやすいんですが、テリジノサウルスのパワー採取とデリケート採取に関しては、簡単に言うとパワー採取が通常攻撃で採取できる採取量を増やします。デリケート採取に関しては、それ以外サブ攻撃とくちばし攻撃での採取量を増やします。直接の強さとは関わらないですが、おまけでご紹介しておきました。そして本来のステータスの内容に戻るんですが、このステータス項目についてですね、各恐竜ごとに基礎ステータスというものが存在します。特に近接攻撃力。ここに関してですね、通常他のステータスに関してはそれぞれ数値になっているんですが、近接攻撃力だけはパーセンテージとなっております。これは各生物ごとに割り振られている基礎ステータスにかけられてパーセンテージで攻撃力が算出されております。なので生物によって例えば同じ 300% だったとしても攻撃数値は変わってくるものになりますので、ここも少し勘違いしがちなのでご注意いただければと思います。ちなみにこちらがレックス君の基礎ステータスとなっております。これにポイントが振られて今のように数字が出ているということになりますし、近接攻撃力に関してはこの基礎ステータスの近接攻撃力にかけられてこのパーセンテージの分が増えているという部分になります。この数値はゲーム内では確認することができません。基本的には公式ウィキなどでご確認いただければと思います。主要生物の基礎攻撃力に関してはこちら。この表はメンバー限定ディスコードの方にも共有しておりますので、メンバーの方はそちらからご確認いただくことも可能です。ここも強さに関わってくる部分となりますので、覚えておいていただければと思います。それでは本題の強さについて、まずはアークにおけるレベルとはなんですが、覚えておいてほしいのは、アークにおけるレベルというものは、ただの数字でしかないということです。こちら、先ほど見ていただいたステータスなんですが、今回、モッドを使って、ステータスの横にポイントが見れるようにしております。通常、このポイントは出てきませんので、ご注意ください。先ほどご説明した各恐竜の基礎ステータス、そちらにこのようにランダムに振られた野生のステータスポイントを計算して今のステータスというものが算出されております。アークにおけるレベルというものはこのステータスポイントの合計値から逆算して今のレベルが算出されております。なのでレベルイコール強さというものには直接関わらないというものになります。例えばこのようにレベル150のレックスとレベル225のレックスがいます。こちらのレックスはランダムポイントを振られてこのようにステータスとなっております。例えば近接攻撃力に関しては35ポイント振られて 331.6% となっております。こちらのレックス君、レベル150なんですが、ステータスはこのようになっております。体力49ポイント、近接攻撃力100ポイント、それ以外は0ポイントとなっておりまして、レベル計算上は150となっておりますが、近接攻撃力で考えると100ポイントとなっておりまして、近接攻撃力 713.8% となっております。なので、レベルはこの子の方が低いんですが、近接攻撃力は倍ぐらい高いということになります。
もちろん体力の方もポイント高くなっているので、こちら9020ですが、150の子は11880となっております。なので単純な戦闘能力としてはレベル150の子の方が強いということになります。このようなステータスポイントに関しては基本的にブリーディングで頑張って作る必要はあるんですが、レベルイコール強さではないということがお分かりいただけるかと思います。ただですね、もちろん野生児通常はポイント確認することができないので、レベルは一つのテイム時の目安ということにはなります。ただし真ん中の子でレベル150なんですが、メレーのポイントは22ポイント、210% となっております。同じレベル150でも左の子は28ポイントで 240% となっております。またこの右の子はレベル140なんですが、ポイント27ポイントとなって 235% となっております。なので150の子、真ん中の子よりはメレーだけで考えると140の子の方が強いということにはなります。これは各ポイントランダムに振り分けられておりますので、レベルが高いということはステータスポイントの合計値は高いんですが、どこにそのポイントが何ポイント振り分けられているかということで強さは変わってきますので、必ずしもレベル150だから強いというわけではありません。また野生児のテイムに関してはテイム効果でさらにプラスされてポイントが売られることになりますので、最終的なテイム完了時にはもしかすると真ん中のこの子の方が強くなる可能性はあります。ただし当然レベルが低い子に関してはそれだけランダムで振り分けられるポイントも少なくなってきますので、ある程度レベルが高い子っていうのは目安として必要となってきます。おおむね目安として考えられるのは人によるところはあるんですが、レベル35とかぐらいであれば150のステータスを超える場合が出てきます。そこは一つの運次第というところにもなるので、どれぐらいを目安に考えていくかっていうのは人それぞれの考え方というものが存在してくることにはなります。運も絡んでくるところにはなるので、その辺はそれぞれ目安を作っていただければと思います。なのでアークにおけるレベルというものに関しては野生児のテイムでは一つの目安となるんですが、テイム後ブリーディングなどに取り掛かる上ではですね、ただの数字でしかないということを認識しておいていただければと思います。あくまでどこに何ポイント振られているか、自分が欲しいステータスの部分に何ポイント振られているかということが直接的な強さに関わってくる部分になりますので、そこを勘違いしないようにご注意いただければと思います。ではここからは一歩踏み込んだ強さのお話をしていきます。まず一つ目はこのように通常ステータス項目6項目に対してランダムにステータスポイントが振り分けられて今のステータスができております。ステータスのパートでお話しした通り ASA において水生生物や一部の陸上生物は酸素量を持たない生物がいます。この場合振り分けられるステータスが5項目となりますので、同じレベルのステータスポイントを持っている場合、一つのステータスに振り分けられるポイントっていうのは高くなります。目安ではあるんですが、酸素値を持つ生物よりもだいたい10ポイントぐらいは高くなるイメージを持っていただければと思います。なので厳選時、酸素値を持つ生物からの厳選よりは10ポイント高めに目安として設定していただければ厳選の目安のポイントとなるかと思います。そしてヘリコプリオに関しては水生生物なので酸素量という項目はないんですが、その特殊能力によってプラスで成功率という項目が増えております。なのでヘリコプリオンに関しては振り分けられるポイントというのが
酸素量ないんですが、全部で6項目ということになるので、通常の生物とポイント的には一緒になります。なので、ヘリコプリオンだけ一つのステータス、他の水生生物とは分けて考える必要があるので、そこも一つご注意いただければと思います。ステータスポイントの振り分けに関して、このように Y バーンであったり、デイノニクスなどの卵から孵化するタイプの生物に関しては、テイム効果のポイントが乗らないことになるので、目安となるポイントに対してはですね、少し低くなりがちです。特に Y バーンやロックドレイクのようにレベル上限が引き上げられる生物たちは問題ないんですが、デイノニクスに関しては上限がレベル150、通常の生物と同じ上限になりますので、ボーナスが乗らない分ですね、一つのステータスに売られるポイント数はかなり低くなります。目安としては通常よりも10ポイントぐらい低いイメージで厳選のポイントを考えていただくと分かりやすいかと思います。続いて2つ目、攻撃力に関してなんですが、例えばよくボス戦に連れて行かれる攻撃生物としてのティラノサウルス君とデイノスクス君を比べた場合、同じレベル225ではあるんですが、先ほどご案内した通り、ポイントとしてはレックス君とデイノスクス君に関しては、このようにデイノスクス君の方が高くポイントが振られる確率が上がります。ただ、これはあくまでパーセンテージであって、基礎攻撃力に対してのパーセンテージとなります。そして、この2体を比べた場合、レックス君の基礎攻撃力は65となりまして、それにこのパーセンテージがかけられることになります。デイノスクス君に関しては、基礎攻撃力、通常の攻撃は55となりまして、それにこのパーセンテージがかけられることになります。ちなみにデイノスクス君、尻尾攻撃の基礎攻撃力は70となっておりますので、レックス君より高くはあるんですが、通常攻撃55に関してはレックス君より10ポイントぐらい低いことになります。なので、ギガバイトなど特殊攻撃があるんで、実際比べるとデイノスクス君の方が強くはあるんですが、同じポイント数だとすれば、通常攻撃としてはレックス君の方が強いことになります。なので、一概にパーセンテージが高いからといって、攻撃力自体が高いとは限らないということが出てきますので、そこもご注意いただければと思います。アーク界で最強生物を誇るギガノトサウルス君およびカルカルドントサウルス君に関してはですね、テイム後ステータスが野生児よりも割り引かれます。特にギガノトサウルス君の命令はかなり引かれます。なので野生児よりもポイント数が少なくテイムされるということになります。なので基本的にギガノトサウルス君に関してはですね、通常テイムしてもそこまでの強さを発揮することはできません。ただしブリーディングにおいて刷り込みボーナスがですね、通常の基礎ステータスにプラスして上昇するようになっているので、ブリーディングすると飛躍的に強くなる生物でもあります。ここ詳しくお話しするとちょっと難しいお話になるので、ギガノトサウルス君ブリーディングすると強くなると思っていただければいいです。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、アークにおける強さについて徹底解説していきました。初心者でも分かりやすく基本的なところからご紹介していったんですが、あまり詳しく話しすぎると頭がパンクしてしまうというところもあると思うので、要点だけぎゅっと濃縮してですね、ご紹介してきましたが、うまく伝わっていれば幸いです。さらにここから ASA の場合は特性という部分も強さに関わってくる部分になりますし、もちろん以前ご紹介しているブリーディングに関しても強さに関わってくる部分になるんですが、まずはこの部分を把握していないと
求める強さがどこなのかというところもですね、うまく考えられない部分も出てくるかと思いますので、まずはこの強さについてですね、改めてご認識いただければと思います。また、特性についてはですね、翻訳されてぐちゃぐちゃになっている部分もあると思いますので、また改めてまとめれればと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。